健介殿。いえ、まだお部屋に戻っていなかったのかなと。それ。そうなのですね。宿から出るときになくしたのでしょうか。その度に健介殿、作り足していてくださったんですか？はい、そうですね。健介様、何を作ってるですか？和葉様、これ何かわかるですか？なんじゃ？主様の国の道具か？なんすか？スケベさんだからスケベなおもちゃっすか？ほう、小僧。それを今宵は誰に使うつもりじゃ？やれやれ、まだ都を出たばかりだというのにお盛んだね。健介様。全然わかんないっす。はい？あ、もしかして南蛮のおもちゃですか？だったらあやなじゃわかんないですよ。いえ、ポルトゥースカレや途中で通ってきたところにもこのようなものはありませんでした。あれ？崩れてないです。ほんとっすね。積んだだけなのに不思議っす。健介様、あやなもやってみたいです。あやな、次は世であるぞ。ザクロもやりたいっす。任せるがよい。健介殿。いえ、それは構わないのですが。なんじゃ？気になることでもあるか？はい、ダールマというのは確か仏教の聖人でしたよね。そうですな。ダルマ大師といえば禅宗の祖師。何でも壁に向き合って座禅を組んだまま9年も過ごしたとか。そんな大師ダールマを土で叩いて地に落とす遊びというのはどういった意図があるのでしょう。もしやダールマはジャンヌ・ダルクのように復権される前ということでしょうか。それともこのダルマ落としというのはダールマが権力をだんだんと失い失脚するまでをなぞらえた。それをそれがしに求められても。お主、面白いものの考え方をするの。はい。おーい、主様。こら小僧、逃げるでない。
だるまいなくなっちゃったです。すみません、健介様。どうもせん。皆で叩いて遊んでおったら庭の向こうに一つまた二つとな。これだけ暗いと探すのも無理っすよ。あれだけ小さくて加減も何もあったものか。叩けば飛ぶ、当然の摂理であろう。回してたですよ、一応ですけど。ザクロノス、一応っすけど。分かっておるなら次の手も考えておるのであろうな、主様。これもおもちゃですか？なんじゃ、石垣でも積むつもりか？これ木だから石垣は無理っすよ。石垣っていうよりは物見櫓みたいだね、これは。してこの櫓をどうするのじゃ？同じように抜いて上に積めばいいのかい？ならとりあえずここかな。おっと。ああ。なんだ、そういう決まりならもう少し慎重に抜いたのに。なるほど、その慎重さを競う遊びか。だったらザックロ、勝負です。あ、望むところっす。負けないっすよ。ならば皆でやろうぞ。ゆう、お主らも難しい話をしておらんで来い。おお、よもや公方様がそれがしの救い主になろうとは。なんじゃ、ヨラの遊びに付き合うのは不満か？まさかまさか、今宵は本当に心の底から感謝しておりますとも。普段お主がどう思うておるか知れるの。いやはや、それは言わないお約束で。ああ。綾菜頑張ったですのに。危ないところだったっす。これ思ったより難しいっすよ。なら次は自分が行こうかな。よかったらお相手願えるかい？あ、はい。でしたらよろしくお願いします。であればゆう、あの二人が終わったら勝負じゃ。やれやれ、お受けさせていただきましょう。あのエリカという娘、なかなかやりおるな。みんなの距離を縮めるには酒の前にこの辺りから始めた方が良いのやもしれんな。亀の甲よりは役に立つつもりじゃぞ。小僧にしてはさりげない気遣いじゃな。幾人かが気づいておろうがの。
さて次は余じゃユウ。はっ、お相手つかまつる。それにあの遊びもようできておる。小僧の知恵か？そうか。しかしあれならルのものも地のものも近しい土俵で遊ぶことができる。手合わせはもちろん碁や将棋ではこうはいかんからな。例の姉上とやらか？しかしそれなら S 語録でもよかろう。なんじゃその反応は。思いつかなんだか？本当にいろんな姉上がいたのじゃな、お主。ユウ、お主、世に勝ちを譲るという考えはなかったのか。先ほどの恩忘れたか。まさかそれがしは和葉様に勝ちを譲る気満々で遊んでおりましたとも。ならどうして世はお主に負けた。下せぬぞ。公方様が難しいところと気切れお抜きになるからでしょうに。そのような火遊びをして自分から櫓を崩さねば、それがしが適当に崩して終わらせておりましたとも。難しいところに挑む方が面白いからに決まっておろう。空気を読め。ひょっ、この場で一番空気を読まぬお方に言われましたぞ。はいはい、八百長の相談はせめて勝負の前にしておきたまえよ。それがしは周りには気づかれぬよう目線で何度も合図を送っておりましたのに。そのような回りくどいことをされてわかるものか。とはいえすでにどちらも負けた身だろう。最後の試合始まるよ。そうじゃな。勝てよエリカ。勝った者は主様が酒を振る舞ってくれるそうじゃ。本当っすか？ウサさんだったら一人で全部飲んじゃうから、ザクロもエーリカを応援するっすよ。やれやれ、嫌われたものじゃな。ならばエーリカ、酒のためにも手加減はせんぞ。もちろんです。よろしくお願いいたします。では双方よろしいですね。初手はエーリカさんからお願いします。ふむ、この辺りの展開は定石といったところですかな、健介殿。とはいえそろそろ頃合い。この辺りでどちらかが仕掛けてこよう。そういえばスケベさん、これって勝負がつかない時ってどうなるんすか？そんなことあるですか？あの木の棒がどこからも抜けなくなったらってことですよね。引き分けではないんだね。なるほどな。おお、動いたの？なかなかやりよるな、エーリカ。ようもまあ、いやらしいところから抜いてきよる。そういうサーヤ殿も先ほどのところは危なかったですよ。危ない橋は渡り慣れておるでな。お主も似たようなものである？そういうわけでも。そうか？
いかに小僧やクオン殿の庇護があったとはいえ、織田家の中で立場を取り戻すのは並大抵のことではなかったろうに。勝負で相手を揺さぶるのは常道であろうか。それとも探られていたい腹か。織田家は皆さんがお優しかっただけです。それに私一人の席で済むことであればとうに身を引いておりました。引かぬからこそ取れる席もあるか。はい、こたびの同行もその恩を健介殿や皆さんにお返ししたいと思っただけです。やれやれ、きれい事ならばいくらでも口にできように。そうですね。ですから私をどう思うかはご自由にしていただければ。ただ私はともかく健介殿には力を貸してくださいませ。同盟のためにもこの日の本のためにも。ふむ。ああわしの負けか。いずれ再び敵として相まみえるにせよ、煙に巻こうとしておるにせよ、その肝の座りようは大したものや。気に入ったぞ小娘。ありがとうございますサーヤ殿。むしろ改めて戦場でまみえたいものじゃな。大丈夫です。そのようなことにはきっとなりませんから。別にこの程度のやりとり珍しくもあるまいのエーリカ。はい、それにもっと責められることも覚悟してここには参りましたから。ですが先ほどの大使ダールマのお話を聞いていましたから、あのお方の覚悟を思えばどうということもありませんでした。それより健介殿、ですね、私はあまりたくさんお酒を飲めませんので、お振る舞いなら皆さんに。よくぞ申したエーリカ。じゃが勝ったお主が飲まねば盛り上がらん。付き合え。そうっすよ、お酒お酒。では少しだけ。サーヤ殿もよければご一緒に。無論じゃ、商売に預かろう。さあどうであろうな。そんなことよりスケベさん、早く用意するっす。そうだよ、もうすぐゴイやコナミも帰ってくる頃だろ。たまには2人にも酌をしてやりなよ。でもあの夜の宴はとても楽しかったです。健介殿、
一つお願いがあるのですが、これ私がお預かりしても構いませんか？ありがとうございます。ならずっと大切にしますね。エリカ、暁が風呂の支度をしてくれたぞ。共にどうじゃ？はい、ではご一緒させていただきます。スケベさんも一緒にどうすか？健介殿？世は構わんぞ。むしろ主様も一緒に来るがよい。なんじゃだらしないの。ババアの裸なぞ眼福にもなるまい。好きにするがよい。ザクロも平気っす。それは